お疲れ様です。前田ハイボールです。本日は誕生日のお祝いに送っていただいたこのスカリーワグ。このボトルを美味しく飲むためにチョコレートとの組み合わせを今改めて楽しんでみようと思います。ウイスキーといえばチョコレート、よく組み合わせで聞きますよね。でもなんでチョコレートがウイスキーと合うのか、それを実際にですね、私の大好きなチョコレートケーキと合わせて検証してみようと思います。それでは早速行ってみよう。まずは今回のお酒の紹介になります。スカリーワグリミテッドエディションザ・チョコレートエディション。実はですね、私ですね、ウイスキーにハマる前ですね、なんとなくいろいろとお酒を飲んでいる中で酒屋さんでウイスキーの福箱を購入した時に出会ったのがこのスカリーワグです。エディションは違うんですけれどもね、当時まだそうですね、シングルモルト、ブレンデッドモルト、スコッチ、全然そういう言葉とかもよくわからないでも飲めたら OK な感じで飲んでいた中で飲んであまりの美味しさにびっくりして、そこからちょっといいウイスキーって楽しいなっていうね、始まりの一本だったんですね。そして今回は大好きなチョコレートのエディション、一体どんな味なのか楽しみでなりません。早速開けていきましょう。このね、シュナウツァーかな、かわいいワンコの絵が描いてあるラベル、久しぶりに会えました。スペイサイドブレンデッドモルトスコッチウイスキー、アルコール度数は 48%、 色はちょっと濃いめで見るからに美味しそうなボトルです。このチョコレートエディションは私は初めて飲むけれども、以前飲んだスカリーワグも甘くて濃厚な味わいだったのはぼんやりと覚えているんですよね。なんでチョコレートエディションって言ったらさらになんじゃないのという、ね、期待が高まります。開けちゃおう。ずっと嗅いでたくなる。でももっとこうどっしり甘いって感じが来るのかと思いきや、香りはすっきりめな甘さですね。飲むと一体どうなるのか、グラスに注ぐとまた違いますからね。今回はこのスカリーワグはいつもご視聴いただいているタクボンさんに送っていただきました。私にとっての結構思い出の一本だったので、なんで知ってるのと思ったらびっくりなことに偶然というね、驚きです。もう2段階で驚いちゃった。まずはストレートでグラスからね嗅ぐ香りも楽しみですね。香りがなんか変わるのが早い。多分鼻息でふん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 空気を含ませてるからなのかな。いい香り。やっぱりコルクから嗅いだ時と同じで、香りはなんかそんなにチョコレートとか甘いどっしりっていうのはなく、若いレーズンみたいな、レーズンじゃないな、ブドウだ、少し青々しさを感じるブドウみたいな香りします。じゃあいただいちゃいます。美味しいとなんだか自然と笑顔になってしまいますね。何なんだろう、こんなにすっきり軽やかなのに後からこんなに濃い香りが広がってくる。でももっとバニラとかラムレーズンなのかなと思いきや違いますね。不思議。最初すっきり軽やかでちょっと青々とした感じからポンってなんかゴクッと飲み込む前に急にシフトチェンジするんですよね、香り味が。そこからはなんかまたこう少しこ
急に老ける老けるって言葉は変だな。急に熟成される青々しいこうちょっとまだ収穫するの早かったかなっていうようなブルーベリーとかブドウを口いっぱいにパンってしたかと思ったら、急に濃い味のこう実のポンポンのこうブドウに変わるような、空気に触れていくと香りがどんどん甘くなっていく。チョコレートっぽくなってきた。口当たりはさらりとしてて粘度もそんなにないんだけれども、じわじわ後からチョコレートっぽくなってきますね。ここからはチョコレートと合わせて楽しもうと思います。なぜウイスキーといえばチョコレートが合うのか、皆さん組み合わせとしては合うのはもちろんご存知だと思いますが、合うポイントというのを一個一個押さえて実際どうなのかっていうのをね確認していこうと思います。一つ目のポイントは香りの共通点ですね。ウイスキーは樽由来の香ばしさがあります。一方チョコレートはカカオ由来のローストされた香ばしさがあります。それがですね、ウイスキーでいうところのチョコレートのような香り、カカオのようなっていうような印象が出たりとか、チョコレートも合わせて飲むことでウイスキーの香ばしさっていうのをより相乗効果で感じさせてくれることになります。今はもうちょっと部屋の中の温度でチョコレートが温まってきて、このケーキからもチョコレートの香りがしてるんですね。でもこう嗅いだ時にウイスキーの甘いチョコレートのような香りなのか、ケーキのチョコレートの香りなのかっていうのはもうここで嗅いでると一体化してて分からなくなるぐらいぴったりと同じ方向を向いている。香りだけでもウイスキーだけを嗅ぐよりもやっぱりチョコレートがあると広がりが強いのですが、せっかくならばやっぱり合わせて楽しんでみましょう。丸いオペラって珍しいな。もうたまらない。今回用意したですねケーキはオペラというケーキでして、チョコレートの中のいろいろと層があって美味しいんですよ。柔らかいガナッシュのクリームだったりとか、ビタビタにこう浸してあるコーヒーの部分だったりとかも、でも今回用意したのがシェー柴田さんのオペラなんですけれども、なんかもうオペラが美味しいのもあるけれども、シェー柴田さんのオペラがもう美味しすぎてたまらないですね。うわさっきスカリーワグだけで飲んだ時はこうマインクラフトとかみたいな感じのドット絵みたいなぐらいの解像度だったのが、一気にブワッとこう写真の解像度に上がりますね。香りを嗅いだ時もそう、口に入れた時の瞬間の拾うものもそう、ゴクッとした瞬間の鼻から抜ける香りの広がりももう倍増ですね。2つ目のポイントはケーキの脂質。たっぷりのバター、ガナッシュなどのね、口の中に入れることで油分がコーティングをしてくれます。それがどうなるかというと、ストレートだとちょっときついなっていう方もマイルドに飲みやすく感じるという素敵な作用があるんですね。
私も普段はストレートで飲むのはちょっとこうツンときてしまうのであまり飲まない得意ではないのですが、オペラを合わせると結構スルスルと飲み進んでしまってますね。ペースは気をつけないとですね。3つ目のポイント。3つ目はウイスキーの中の甘さをこのチョコレートが広げてくれる。ケーキやチョコレートなどの甘いものを食べた後にウイスキーを飲むと、ウイスキーだけで飲んだ時よりもウイスキーの中のバニラやチョコレート感、蜂蜜感を拾いやすくなる、香りを拾いやすくなるっていうふうに言われています。どうなのかな？舌に乗った瞬間からもう違いますもんね。不思議なものですね。最初ストレートでこのスカリーワグを一つだけでケーキなしで飲んだ時はビターチョコレートのような感じ、そしてこう若いブドウから熟したブドウに変わっていくような感じだったんですけれども、オペラと合わせることでビターチョコレートとはまた違う味わいになりましたね。甘さも確かにぐっと増したけれども、なんかここにもバターが乗っているような、オペラのチョコレートみたいにチョコレートケーキを飲んでいるような感覚に滑らかになる。結論としてウイスキーとチョコレートを合わせるのは実際にこうやって検証してみてもやっぱりウイスキーだけで拾えないものがもう拾えに拾えるので、私もおすすめです。ストレートでこんなにウイスキーを楽しめるなんてっていう感動も私はあります。減りが早いな。せっかくなので前田ハイボール、このスカリーワグをハイボールでもいただこうと思います。どうなのかな。なんかストレートでもうなんぼでもいけますわって気分になってしまったのですが、やっぱりハイボールでもね表情が変わると思うので見てみたい、新しいその顔を。このグラスもタクボンさんに去年の誕生日の時にいただいたものですね。もう辺り一面がチョコレートのいい香りがしているので、今ハイボールからの香りっていうのは分からなくなってしまっていますが、それもまた贅沢なことですね。ハイボールでいただきます。ミントチョコみたい。不思議。なんかちょっとオレンジみたいな、オレンジピールのチョコレートの美味しいやつみたいな感じのこう苦味と酸味を感じますね。モルトのホクホクとした感じだったりとか香ばしさだったり、そこにあるちょっと酸味っていうのはまたオレンジだったりとかのフルーツの渋さ、苦味っていうのもそこからねちょっと発生して感じるのかなと思ったりもするのですが、そうこの美味しいウイスキーのハイボールを飲んで、私はウイスキーってなんかすごい世界だなって思った。それが YouTube のね一つのきっかけだったんですよね。いつかまた飲みたいなと思っていたんですけれども、いろいろと新しく紹介したい、勉強したいウイスキーがありすぎて、もう一度スカリーワグを自分で買うっていうのはちょっと先になるかなと思っていた矢先の驚きの再会だったので、本当に嬉しかったんですよね。そして思い出は美化されているわけではなく、しっかり美味しかった。で
私はちょっとこうチョコレートが常温とかに置いといて柔らかくとろけてるチョコレートが好きなんですよ。なのでね、こういうテリーヌとかガナッシュとかのトロットロの濃厚のチョコレートってね、もうたまらない。これはこれで唐揚げをこう食べて、油っぽいものを食べて、熱々のうちにこう冷たいハイボールを注ぎ込むのと同じようなこうこってりチョコを口の中でとろかして、このこってりまったりとしたチョコレートのこう油分、余膜な感じっていうのをキューッとハイボールで冷やして落とし込む。もうこの組み合わせはね、またたまらないペアリングですね。でもこれはストレートだからスイスイね、飲みやすくていっちゃってるのかなって思ってたけれども、ハイボールも進みが異様に早いですね。チョコレートはアルコールのこう強い感じっていうのを消し去るので、ペースは気をつけないといけませんね。いやー、でも今日はもうこの後もしっかり美味しく堪能しようと思います。ということで今回の動画はここまでになります。皆さんもビターチョコレートやこんな感じのオペラのケーキとかでね、ウイスキーとの組み合わせ楽しんでみてはいかがでしょうか。この動画が面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。